下にトイレがあって、これ広いですね。開け口がでかいんですよね。扉なんですね、これ。扉が閉まるんです。はい、ということで今回はですね、キャンピングカーオーナーズを撮影させていただきたいと思います。今回ですね、アドリアマトリックス 670SC プラスに乗ってるね、オーナースーさんにですね、車をね、紹介をしていただこうと思います。はい、ということで早速ですが、中に入りたいと思います。すいません、お邪魔します。どうぞ。スーさんよろしくお願いします。はい、です。よろしくお願いします。じゃあすいませんが早速ですがよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。いいですね。内装のこの色が先ほどちょっと話しましたけど、このなんかグレーの感じと、そうですね。いいですね。最初からもこういう。最初からグレーな色でしたね。そうなんですね。はい、めっちゃおしゃれ。座席がね、このでかいんですよね。ここの座面っていうんですか。そうですね。ここがめっちゃでかいですよね。なんかこれテーブルもなんか大きくないですか。そうですかね。なんか他の、あ、そうか、これも動くやつなんですね。基本的にはもうこのスタイルが多いんですか。そうですね。もうこのスタイルで子供たちが座って私と。はい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 。あ、いいですね。ここ L 字になってるんですね。ここも座れるんですよね。そこにちょっと娘が足伸ばしたり、そこにもクッションがあったんですけど取りました。この背面。はい、そこにあったんですよ。ああ、やっぱない方が広々。ちょっと広くなる。なるほどなるほど。この運転席と助手席は回るタイプですね。そうですね。これが回転します。ああ、基本的にはもうこれレイアウトは、なんかもう机を畳んだりとかせずこのまま使うことが。そうですね。そうですよね。ベッド展開みたいにできるみたいなんですけど、やったことはなくて。あ、そうなんですか。このスタイルで行こうと。ああ、そうですね。お子さんはやっぱ2人いて、でワンちゃんもいると、ここはじゃあワンちゃん席なんですけど、指定席ですね。めっちゃいいですね、ここ。ここもでも普通に座れそうですもんね。そうです。ここにも乗車定員で、ここにこう座面がこっちになって、シートベルトがつくんで。ああ、じゃあ全然座ることも可能。可能ですね。まあでも基本的にはワンちゃん席で。そうですね。あとやっぱこの回す席はよく回されて使います。そうですね。常に。やっぱそうですよね。マウンテン一応前。はいはいはい。で電気ついたらこう回転して。そうですよね。これができるからこそ変えなくていいんですもんね、ここ。そうですね。レイアウト変更せずにそのまま。これが一番やっぱいいですね。またこのカーテンとかもいいですね。風が強くてヘラヘラしてるんですけど。あれ、これカーテンってもともとこういうやつですか。そうですね。これついてました。はい。あ、そうなんですね。でこれ上に USB かなんかがついてるんですか。あ、そうです。ここで2本取れる。あ、じゃあ充電できるように。いいっすね。これその黒いのって何ですか。黒いボックスみたいな。テレビのチューナーっていうんですか。ああ、はい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 。あ、それがついてるんですね。このテレビ用のやつですね。テレビ用です。ちなみにテレビ普段って見られます？あ、見てますね。あ、じゃあ結構使われる。はい。まあテレビとしてではなくて YouTube とか。あ、モニターというか、まあそういった形ですね。あ、でもなんかいいですね。収まりがいいですよね。ここしかない。ピタッと入っていいですね。でこの上の部分はこの天窓っていうんですか。この天窓、これは標準なんですか。最初からもついてる。標準でしたね。はい。ちょっと上にやっぱ物を置けるんですね、これも。そうですね。ちょっと今汚いですけど置いてますね。重宝してます。はいはい。いいですよね。これ運転席からこう置けるのいいですよね。そうなんですよね。ここでなんか撮りたいなって時にここに置いとけば。ああ、そうかそうかそうか。そうですよね。普段運転してる時も大体そこ届く範囲ですもんね。そうですね。で棚がこっち側に1つと、あとこっち側に3つあるんですね。これがちょっとまあダミーというか、後でベッドがこう出てくるんで、これはなんか開け閉めのセンサーなんですけど、開けるとこのスイッチがあって、あ、ベッドのですね。はい。これが作動するような。そうなんですか。じゃあこの状態じゃないと下がらないみたいな。そうなんですよね。これが開けないとこれが下がらない。はい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 。あ、それ用なんですね、これは。じゃあ基本的には棚は2つとこっちに1つみたいな。そうですね。これちなみにこの棚の中とかって見たっても大丈夫ですか。ここはちょっとワンちゃん用の。あ、はいはいはい。ちょっとトイレのやつ。あ、ちゃんとこの紐が内カゴになってて、棚の中にやっぱカゴ、やっぱこれの方がでも実際バタつかなくていいですよね。そうなんですよね。結構置いとくとちょっと落っこってきたりとかする。そうですよね。やっぱ皆さんやっぱそこは同じだったんで。で、はい。ここはちょっと使い捨ての。ああ、はいはいはい。まあ今日もあれですもんね、キャンプでめっちゃ重宝してますもんね。ストックしてます。でこっちの左側の方が、こっちがちょっと
コーヒーセットみたいな。ああ、ちょっと珍しいですね。コーヒーだけですね、ここは。コーヒースペース。すごいですね。コーヒーのみのスペースが、はい。史上初の棚一つコーヒースペースという。そう結構やられるんですか？コーヒーはちょっと飲みますね。で、ちょっとここから出して。そうです。もうポンと出してこう、はい。あ、いいままっすね。いいっすよね。そういうのができるからいいかな。で、こうキッチンの方になりますけど、はいこっちにも一個あるんですね。そうですね。ここがはい。食器っていうか、なんか使い方綺麗ですね。紙皿とかなんか。この棚みたいのは真ん中の棚みたいな、これ最初がついてるんですか？これ最初からついてたんで、ここにへー合うようにこういうのがちょっと、ああ、逆に、はい、買ってきました。ちゃんと整ってる。なんかうちの結構バラバラ押し込んでるんで、開けたら物が飛び出てくるんですけどちょっとスーさんなかったですね。ちゃんと物がしまわれてる感じで。で、ここは天井が先ほど紹介してもらいましたけど下がるやつなんですね。これまずはい。開けての、そうですね。ここのボタンをちょっはいと下に押すと、これがあれテレビとか平気なんですかね？ちょっとこれが今どかさないとあれなんですけど、そうですよね。じゃああれ下げるときはテレビを、そうなんですよ。これがちょっと面倒くさいんですけど、こあ、それ引っ掛けてるだけなんですか、テレビ？う、そうなんですよ。あ、なるほどなるほど。外せるんですね。展開できるようにちょっと作りまして、これで下ろします。あ、これはちょっと別に平気なんですか？はい、これで大丈夫です。はあ。いや、すごいっすね。電動プルダウン。あ、しかももう引かれてるんですね。しっかり。すいません。全然このままで。寝床が。これ普段ここ寝られてるんですか？そうです。ここ私と娘が。そうなんですね。はい使われてるんですね。はい。あ、じゃあもう基本スタイルでこれは使う。そうです。だから撮りやすい方がいいんですねそうなんで。すテレビが。この感じすごいいいっすよね。なんか天窓がちゃんとこうあって、はで上に寝れて、いらないっていうか起きたらしまえばいいんですもんね。上に。い。そうなんです。このまま寝ちゃうから。ちなみにこれちょっと皆さんに聞いてるんですけど、このプルダウンとかって結構揺れます？フルダウン、その揺れがあるのを、外にも揺れ防止の、ああ、はいはいはい。立てて。そうですね。立てとけば、はいそんな揺れないんで。あ、そうなんですか。はいあ、じゃあ全然普通に寝れちゃうぐらい。普通に寝れますね。いや、これは本当にちょっと輸入車じゃないとできないこの電動プルダウン、魅力ですよね。はすいません、ありがとうございい。はまい。す。あ、すごいですね。本当に棚ごと下がるんですもんね。そうなんですよ。ちょっとびっくりしますね。最初。これが下がってくるんだ。棚が動くんですもんね、そのまんま。いや、おしゃれですね。照明もなんかちゃんとここのベッドの下に埋め込まれてるんですね、これ。はい。間接照明が。いや、いいっすね。スポットでこう生まれてて、かっこいい。すいません、じゃあちょっとキッチンの方を見せていただけますか。はい。ここにはい三つ口のコンロがあるんですけど、あ、いいっすね。感じ。ちなみにこれも皆さんに聞いてるんですけど、三つ口って3つ使います？うちは使いますね。あ、本当ですか？はいあ、ついに現れました。結構使ってます。じゃあ結構このコンロ自体もはい普段から結構使われます？使ってますね。そうなんですね。普通のはここでこうちょっとお湯をここでちっちゃいのをはい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 沸かしながら、こっちちょっとフライパンとはい。ここで鍋でこう味噌汁。あ、じゃあもうこのサイズに合うように、これよく見たら大中小みたいになってる。そうみたい。そうなんですよね。だからそれ用にこう使えば使えるかな。はいはいはい。あ、なんかこれ珍しいですね。なんか皆さんなんか同じ大きさでこう均等で三分割されてて、大体みんな真ん中使えないって言ってて、これでもいいですね。大中小でちゃんとなってて。でこれ火つける時ってどうやってつけるんですか？こう回してはいここであ、カチカチ。そのままでつくんですね。そうです。へえ、いいっすねこれ。スマートに使えて、は車内でカセットコンロ必要ないってことですもんね。い。そうですね。でも基本的にはここで、ここで調理して、はいそうですね。食べて。結構車内で料理とかって作られます？そうですね。やっぱい朝食とか、はいまあ夕飯もそうなんですけど、はい。やっぱり作ることが多いですね。はあ。スーさんキャンプ凝ってますもんね。いえいえ。普段からもうキャンプのスキルを見てると、まあ車でもきっとやるんだろうなみたいな。いえいえ、とんでもないです。ここがシンクもなんか結構広いっすよね。そうですね。なんか今のアドリアより広くないですか？なんかこの方広いですね、すごい。結構水も使われます？水もガンガン使ってますね。そんな感じしますもんね。はい。その汚くていやいやいや、もう普段からありがとうございます。で調味料とかはここにこうそうですね。出されてみたいな。ます。これちなみにこの調味料とかって走行中なんか落ちたりとかってします？今のところこれだと大丈夫。はいあ、本当ですか。じゃあこれぐらいの高さで収めれば、いけるかな。はあ。でこっちが下が下がまあここにいやすごいですね。フライパンとかちょっとこういう。これめっちゃ深いですねここ。そうなんです。ここは結構いろいろ。じゃあやっぱここがメインの調理器具がはい。入ってきて、でここはまあお箸とか。
はい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 。あ、いいですね。ちゃんともうすごい使い分けがしっかりされてるんですね。ああ、そうですね。なんか使いやすいよ。はい。ここちょっと汚いかあ、でもこっちも本当にでもここのキッチンで使うものがそうですね。サランラップだとかアルミホイルとか。でも実際使うものがやっぱここに一番に来ますもんね。そうですね。ここからパッパ取る。はい。使いやすいかな。いいや。これって何ですか？オーブンあ、これオーブンですか？があるんですけど、一度も使ったことないです。開かずの扉ですね。そうですね。ちょっとここ今また。あ、収納箱ですね。はい。丸くあれですね、キャブコンの電子レンジの中に詰め込むのと一緒ですね、こそうれは。ですね。で、この下が、ここも下もちょっとなんか収納が。あ、結構入りますね、ここも。ここにちょっとはいはいは壁とか。い。いいっすね。なんか備蓄品みたいな感じで。そうですね。結構やっぱ収納ありますよね、アドリアってう。ん。で、このキッチンの対面にこの冷蔵庫が。はい。この冷蔵庫のでかくないですか？冷蔵庫結構広い。結構縦長ですね。はい。縦長ですね。これどんぐらい入るんですか？何リッター？でかくないですか、冷蔵庫。こんなでかいんですか？そうですね。で、上が冷凍ですか？ああ、いいっすね。これはちなみに 3way の冷蔵庫ですか？はい、3way ですね。で、基本的には電気か、電気がつながってれば電気で、はいはい、なくなればガスなんですか？そうですね。走行中は走行はいはいはい。のと、ガスが。ちなみに冷えとかってどうですか？冷えははすごい冷えます。あ、本当ですか？結構、ガスになっちゃうとやっぱすごい冷えるんで、はい。常に2か3ぐらいの眠りぐらいにしとかないと、ああ、ここのですね。上の食材が凍ってきちゃうんですよ。あ、冷蔵庫に近いところが凍ってきちゃう。はい。これセットボードなんですね。あ、そうですね。珍しいですね。結構ドメティックが多いですよね。3way のこのアドリア系の冷蔵庫って。皆さんなんか効きがあんまりやっぱ良くないっつって変える方が多いんですよね。この冷蔵庫。日本製のやつ入れたりとか。意外とセットホーダーじゃ全然普通に使えちゃう。困ったことあります。効きすぎるんでちょっと嫌です。で、これ上のこのパネルってこれなんですか？上はタッチパネルで、はい。あ、タッチパネル。はい。今給水50%。ここに電気のあれが来るんですね。そうですね。へえ、またこれも珍しいですね。ここに来るの初めて見ました。あ、そうですか。で、これ横はトルマボイラーですね。これがボイラー。はい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 。すごいですね。そうか、ここに集中してるんですね。はい。ちょっとじゃあ電気周りそのままいっちゃうんですけど、こっち側はこれボトルニックのメーターと、そうですね。これがはい。まあこれ普通のあれですよね。はい。でインバーター。これ真ん中のって何ですか？これがメインバッテリーのオンオフのスイッチなんですけど。あ、そうなんですね。これエンジン切ってても真ん中のナビがあるんですけど、はい。それがテレビで見たいときにはいはいはい、使えるようになるってやつですね。あ、なるほどなるほど。それ用のオンオフですね。で、これ上のは普通の時計ですか？これはこれはついてたんで前のオーナーさんがつけたのかちょっと元々なのかわかんないですけど、どっちなんでしょうね。そのままにあるそうっちゃありそうですよね。そうですね。まあでも意外とこういうの重要ですよね。アナログメーターって意外とあった方がそうですね。見やすいですよね。はい。見やすい。いいですね。このスーさんファミリーってこれいいですね。ちょっと全然関係ないですけど。そういうことを気にせず貼っちゃいました。で、これ上のこれも棚なんですか？上もちょっと棚があって、お水をちょっと。いいっすね。ペットボトルこれ入るのすごいですね。2リッター入っちゃうんですね。はい。これいいっすね。で、ここも天井があるんですね。この天窓が。あ、そうですね。ここも開いて。はい。これやっぱ今もう結構風普通に入ってきますよね。ここ開けてるだけで。結構抜けるんで。で、ここまでが車の前半ですよね。そうですね。で、ここから後ろがあるんですよね。はい。まだ。いや、すごいですね。これいいですか？行っちゃって。どうぞ。まずじゃあこの右側、ここは何ですか？すみません。ここはシャワールームなんですけど、今服が。あ、これでもあるあるですよね。アドリアのあるあるですよね。ちなみにシャワーって使われます？シャワー大体私が使います。あ、使います？はい。使うときはちょっとここどかして。全部これどけて、別にハンガーですもんね。そうですね。普通にパパッとどけちゃいいんですもんね、こんな。はい。で、物をどかしてシャワー使うときはこの段差いいっすね。ちょうどなんか座れそうな。ちょっと座って。はいはいはい。でも結構広いですね。ここまであるんですね。よく見たら。そうですね。これ閉めたらここまで来るってことですかね、こうやって。はい。結構広いですね。じゃあ全然シャワールームとしても使える感じで。はい。で、この反対側はこっちがトイレになってまして。
あ、綺麗ですね、トイレのこの部屋も。いやめっちゃ綺麗。あ、ここもちゃんと上から光が明かり取りもあって換気もできるって感じなんですね。そうですね。で下にトイレがあって、これ広いですね。まあそうですね。やっぱトイレとシャワーが分かれてるんで、いやいや結構広いですよね。はい、使えるかな。これが本当輸入車のいいとこですよね。あ、でここ鏡がちゃんとついてて、まあ、洗面台になってるってことですね。そうですね。でここ実はちゃんと水栓もあるから洗面としても使えると。はい。指定席を持っているワンちゃんですね。すごいですね、このメインベッド。これ珍しいですね。丸くなってるんですね。そうです。これがなんかアイランド型っていうタイプみたいな。横からこう、上り下りが。ああ、なるほどなるほど。できるという。でこれはここにじゃあ2人って感じですね。そうですね。妻と、息子が。あ、ここで寝て、いやここいいっすよね。めっちゃ広い。あ、しかもこれエアコンがちょうど真ん中に来てるんですね。そうなんですよ。ここにあるんで、直で当たっちゃうともう寒いです。あ、なるほど。ちょっとじゃあ上向きにしてみたいな。上向きでこっちに送って、なるべく前に。そうですね。でこれ下もここなんかこれ棚ですか。これ収納になってるんですか。そうです。ここも収納がはいありまして、ちょっと今入ってるんで。すごいですね。じゃあ衣類関係をその中に入れて。そうですね。でこれ炊飯器がそんなのそんなの入っちゃうんですね。そうなんです。いやすごい。収納めっちゃ広いですね。そしてフル活用してますね。はい。常にやっぱ。これちなみにその床のって何ですか。ここもなんか床下がちょっとあって、はい、ここに今ガス。あ、床下収納があるんです。はい。いいですね。これだけでも、はい、入るだけでも全然違いますよね。であれですよね。両サイドに収納棚が。そうですね。右と左に。これも珍しいですよね。あんまり見ない。この形のベッドじゃないとできないですもんね。そうですね。まあこの分やっぱこうもうちょっと広ければこれがない方がやっぱ。ベッドとしては広く使えるってことですか。アイランド型だとこういう風になっちゃうんですかね。でもエアコンつけてもちゃんと左右の棚は生きてるんですね、あれ。はい、あそこも結構この手ってみんなあそこはエアコンつけちゃうと棚が死んじゃうというか切り取っちゃう人が多いんで。はい。そこもやっぱ収納で。すごいですね。やっぱ収納がなんかめちゃくちゃ多いですね。そうですね。考えてみるとやっぱそうですね。いっぱいありますね。横がこういうスペースがありますもんね。通れるスペースがあって、で今スーさんがいるそっち側にはこれクローゼットですか。クローゼットですかね。これ棚にこれどうなってるんですか、これって。この扉って。これもちょっと面白いんですけど。はい。R にこう。どういうことですか。あ、扉なんですね、これ。扉が閉まるんですよ。はあ、すごいっすね。あ、そういうことか。はい。寝室と分かれるっていう。はい。なるほど。でシャワー入るときはこれまた閉めて、これ閉めるとここが脱衣所になる。そうですよね。このトイレを閉めてこれを閉めればちょうどここだけ抜けるってことですよね。ここの空間がまたできるんで。すごいですね。そういうことか。はい。めっちゃ使いやすいですね、これ。使い勝手はいいですね。やっぱすごい考えられてるんですね。なかなかシャワー使う方もなかなかいないのでなかなかお話を聞けなくて、でここも横が窓がついてて、両側についてて、こっちのちょっと大きいんですね、窓が。あ、そうですね。こっちの方がちょっと大きいですね。であと天窓が。はい、天窓が。これいいですよね。天窓があるだけで全然違いますね。でこれ部屋明るいですもんね。そうなんですよ。全然明るさが。そうですよね。今照明多分なくてもあんまり変わんないですよね、この明るさは。すごいですね。ありがとうございます。車の後半部分がもうベッドでこうドンって使えるのがやっぱいいですよね。はい、じゃあちょっと外装の方パッと見させていただきたいんですけども、まずは 7.5 メーター。そうですね。でかいですよね、こうやって見ると。そうですね。やっぱり外に出てみると大きいですね。これちなみに幅は 2.37。2.37。でかいっすよね。で先ほどの天窓があんな感じで開いてるんですね。はい。でこれまた色も珍しいですね。白ってあんまり見ないんですよね。白なんですよね。汚れが目立つ。でもお子さんいると必ずこうなりますよね。いやこれリアルみんなこれだと思うんで、海とか行ってもこうなりますよね。そうですね。物干し竿が。そうですよね。でこっち側が、ここがまずはオーニングがあれですね。はい。オーニングでかいっすよ、これも。4.5メーター。4.5メーター。めっちゃ長いっすよね。でこのオーニングの下にあれはサイドビューカメラかなんかですか。カメラかなんかついてますか。
そうです。このアラウンドビューモニターっていうんですか。ああがついてるんですね、はい、それ用のカメラがそこについてて、はい、ダクトって何ですか？冷蔵庫。あ、はい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 。ああ、そこから抜けていくやつですね、排気のやつですね。ちなみにその横のは？これはカセットトイレ。あ、トイレのタンクのとこですか？はい。あああ、なるほどなるほど。それがここに来るんですね。車が長いんで何がどこにあるんだろうね。で、ここがバケッチ。はい。いや、バケッチがでかいんですよね。むっちゃ入りますよね。めっちゃ今入れてます。すごいですよね。奥ストーブ入ってますもんね、この中に。いや、すごっ。このね、スーさんもやっぱキャンプが。そうなんです。薪を常にこんなに積んでる人いないですよね。で、これ先ほどちょっと見せてもらったんですけど、ベッドがここで動くんですよね。そうなんです。外付けになってて、これすごいですね。ベッドが外から上げられるっていう。で、収納を増やしたりすることもできるってことですよね、スペースを。いや、すごいですね。ありがとうございます。めっちゃ行きますね。いや、すごい。めっちゃ入る。ここで2人ぐらい寝れそうですもんね。いけます、ね。で、こっちが背面になって、はい、ここもやっぱモニターが、これはバックカメラですよね。バックモニターがついてて、はい、これって何ですか？これなんかラダーかなんかついてたんですかね。これあれなんですかね。なんかつきそうですよね。サイクル。そうですね。サイクルキャリアがいけそうな。はい、キャリアが多分つけられる。はあ。で、こっちが反対側が同じようにバケッチになってて、はい、ただこっち側はあれなんですよね。室外機が。そうなんです。ちょっと室外機があって。ドンってきちゃってるんですよね。はい。まあでもやっぱエアコンは重要ですよね。あ、でも上からも一応あれなんですね。出し入れができるんですね。はい。向こう側がちゃんと見える。あ、なるほどなるほど、ありがとう。あれ、これって何ですか？これが給水の。あ、そっから水が入れる。ああ。になってます。下は何ですか？下はなんか汲み取る時の装置なんですかね。ああ。汲み上げる。はい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 。ありますよね。アドリアとかって。はい。これちなみに何リッターぐらい入るんですか？これ130リッターだった。130リッター。はい。排水はどれぐらい入るんですか？が100なんですよ。あ、じゃあちょっと給水の多い。そうなんですよ。排水が満タンになっちゃうんです。あ、なるほどなるほど。でもやっぱシャワーとか使うとやっぱり100リッター以上やっぱあった方がそうです、ね、安心ですよね。全員入るともう結構使いますね。そうですよね。はい、まあでもシャワー入れるのいいですね。で、ここはガスですね。はい、ガスがこれ2本です。2本。これあれですかね、トルマの排気の。はい、そうです。これあれですね、熱くなっちゃうやつですよね。そうです。ちょっとこれ熱くなるんで。そうですよね。外部電源。で、ここに。はい。あ、それなんですか。あ、そこから燃料入れるんですね。はい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 。あ、ここが給油口なんですね。意外とあれですね、助手席にすごい近いんですね。そうなんですよ。前横に。白いからか余計にでかいですね。外装もやっぱかっこいいし、でかいし。汚くて。いやいやいや、これあれですね。これもアラウンドビューのフロントカメラかな。そうです。前。これよく見ると形もこうなんかバンクじゃないですけど流線形でこうなってるんですね。そうです。盛り上がってこう下がってくる。あ、やっぱちょっとこう高さが前の方があるんですね。はい。あ、まあそうですよね。ベッドがありますもんね。やっぱここが少し高くしてある。あ、でこれソーラー積んでるんですか？なんかちょろっと上に。ソーラーが2つかな。あ、そうなんですね。でソーラーも入電しつつ普通に充電とかもできるような。そうですね。あ、いいですね。ソーラー積んでるってやりますよね。はい。これはスタッドですか？これ今スタッドです。このサイズのブリザックってあるんですね。ありましたね。タイヤでかいな。意外とでもあれですよね、シングルなんですよね。そうなんですよ。海外のそうですもんね。まあでもその分太いっていうかでかいから、あれですけど。でかいです。結構雪も行かれるんですか？雪この前白馬まで。白馬。はい。行ってきてちょっとえらい雪降ってちょっと怖かったです。でもやっぱ行く人はちょっとスタッドじゃないとあれですもんね。はい。いや、外装の方も紹介していただき本当ありがとうございます。はい、ということでちょっと中の方に戻っていきたいと思います。はい、すみません。なんかいろいろと見せていただきありがとうございます。最後なんですけども、ちょっとこれ皆さんにお伺いしてて、キャンピングカーを買ってですね、すごい良かったと思う点、ちょっとここだけはなっていう、残念というかデメリットな点をまず教えていただきたいんですけども、まず良かった点って教えてもらってもいいですか？はい、そうですね。私これ2代目なんですけども、はい、1代目はやっぱカムロードタイプの5.5 メーターのサイズの車に乗ってたんですけど、その時はやっぱ横揺れですかね。車のトラックが横通るとすごい風で煽られたりとか、運転中に結構怖い思いがあったんですけど、これに変えてからは揺れがなくなったっていうんですかね。すれ違いの時もやっぱ煽られないっていうんですか、ずっしりこうちゃんとした走行ができるっていう点では良かった、すごい良かったですね。やっぱりじゃあそこは長くはなったけど、こっちの方が安定してる。安定してます。すごい。
なんかそれもちょっと意外ですね。カムロードの方が短いじゃないですか、でも風とか重心のこうふらつきみたいなのはアドリアの方が全然違いました。で、そこはやっぱこうベース車の違いというか、そういうところでのもう違いがそうなんですね。これじゃでもあれですね、両方乗ってないと分かんないですもんね。そうですね。これ乗って本当そう思いましたね。あとこのキャンピングカーを使ってみて、なんか家族と出かけるようになったりとか、なんかそういったとこってなんか生活スタイルが変わったりとかってあります？よく出かけるようにやっぱなりますね。やっぱそうですよね。ちなみにキャンピングカー購入する前はどうでした？キャンピングカー購入する前は私運転が嫌いだったんですよ。あまり長距離運転しなかったんですけど、買ってからはもう常にやっぱどっか行きたくなっちゃって 2,3 時間はもう当たり前みたいな感じになりました。じゃあもうそこはだいぶ自分が変わったところもありましたね。なんかもうじゃあもう運転するのも前より全然、今苦じゃないです。なるほど。それはなかなかまた珍しいパターンですね。結構皆さん運転するのが好きでとか、もともと出かけてて、その時に車中泊できて楽になったみたいなことを聞きますけど、どっちかっていうとじゃああんまり運転したくなかったっていう。そうなんですよ。私そういうタイプだ。逆にですね、ここだけはなっていうなんかちょっとこうデメリットみたいのってキャンピングカーをもし通してでもいいですし、この車だけでもいいんですけども、何かございますでしょうか？そうですね。このキャンピングカー今 7.5 メーターの 2.37 メーターあるんですけど、やっぱり入れる駐車場が限られてくるので、やっぱバス専用のゾーンとかないとちょっときつかったりとか、普通のスーパー行ってもスペースを取ってしまったりとか、やっぱ端っこに止めなきゃいけないとか、なんかやっぱ気を使う部分が結構多くなりました。やっぱそうですよね。そこはやっぱカムロードと比べてもそうですね、多くなっちゃいますよね。確かに駐車場選びはやっぱりこの手の車の難しいとこですよね。で逆に通してですけど、メリットデメリット通してキャンピングカーを購入して結果どうですか？他は、家族のやっぱ時間がすごい増えて、家族の同じ趣味っていうんですかね、同じようにこう出かけて、楽しくその現地で遊んだりとかできるんで、家族にとってはすごい良かったかなとは思いますね。じゃあ結果としてはそういうちょっと難しいところもあるけれども、良かったかなっていう感じですかね。これちょっと皆さんにお伺いしてるんですけど、このアドリアのこれを購入してからあったトラブルみたいな、ちょっと代表的なの1点もしあれば。エアバッグのなんか警告灯が1回鳴ったことがあって、今はそれ治ったんですけど、走行中にそのピー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 鳴り始めたんで、何かと思って、デルタリンクさんにちょっと聞いたら、エラーコードは出るんですけど、走行中には問題ないってことだったんで、でもそのぐらいで済んだのが良かったのかなと。じゃあどっちかというとキャンピングカーっていうか車本体側のなんかそのコンピュータートラブルというか、それはちなみにもう今は直されてます？今はそうですね、治ったっていうんですかね、様子を見てくれって言われたんですけど、自然と治りました。なかなかそれもまた珍しいケースですね。僕もちょっとまだちょっとわからないみたいなところがあったみたいな。ちょっとそこはデュカトベースの話でってことですね。ありがとうございます。逆に仮想部は特に？仮想部は今のところちょっと気になるのは、こうちょっと座席のこういうところの劣化がちょっと今出始めてきてるんですよ。これあれですもんね。張り替えられないですもんね。そうなんです。もうオンリーワンですもんね、作りが。ちょっとカバーすればよかったのかな。確かにその辺は難しいですね。思いました。ちょっと日本車だったらカバーかぶしちゃえばパパッと終わりますけど、この手はなかなかなさそうですもんね。そうなんですよね。確かに劣化はそうですね、気にしなきゃいけないところかもしれないですね。ありがとうございます。ちょっと今後こういうアドリアとかを購入される方の参考になるんじゃないかなと思いますので、ありがとうございました。ということでちょっと今回ですね、スーさんにいろいろとお聞きさせていただいて本当ありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございます。もう普段よりがすごく静かになっちゃったんで大丈夫かなって思いながらちょっと緊張しますね。いつもはめちゃくちゃ明るいスーさんですけど、今日はなんかすごい真摯な対応で。かしこまってしまいました。すいません、ありがとうございます。本当に、またちょっと今後ですね、キャンピングカーオーナーズやっていきたいと思いますので、ぜひまた見ていただけたら嬉しいです。じゃあスーさん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたら、じゃあまたね、バイバイ。